よくお酒のボトルの先っちょについてるこれって何？ということで、お酒を注いでいくときに使うこいつの説明をしていきたいと思います。この動画を見ることによってこのバーツールが何なのか、そしてこれの使い方、そしてメンテナンスの仕方が分かるようになります。意外とこの存在は知ってるけど名前なんだっけとかね、どこに売ってんだろうとかね、あると思うんで、ちょっとパパッと解説できたらなと思うんですけど、これはポアラーと言いまして、別名スピルストップなんて言ったりするんですけれども、こういった注ぎ口が金属のものをメタルポアラーといって、こういったプラスチック製のもの、これもお酒を注ぐ時に使うんですけども、これをプラスチックポアラーと言います。こっちは主にフレアバーテンダーがショーをする時とかですね、あとは大会とかで使うような怪我がしにくいようなものなので、お店で見ることはあんまりないかもしれないですね。こういったメタルポアラーとか、プラスチックポアラー、それから、ボストンシェーカーとかですね、あとショートティーンとか、こういったフレアバーテンダーが使うような練習ボトルとか、大体のバーツールは、フレアバーテンダー御用達の、ナランハというバーツールの会社があって、そこはもちろんバーツールは豊富なんですけど、あとジャグリングショップとかですよね、あとはバルーン、風船、そういったものも結構幅広く取り揃えていて、もちろんお店に行っても楽しいし、でも通販がね結構充実してる会社なので、興味ある方は下の概要欄のリンクから飛んでみてください。これパッと見結構適当に注いでやがんなみたいな、こんなのどれだけ入ってるか分かんないじゃんみたいな思っちゃうかもしれないんですけど、実はこれね、測り方っていうのがありまして、例えばこのお酒を 30ml 入れたいなと思ったら、僕は4カウントを数えるんですね。はい、まずはこういった計量器が、これもナランハに売ってるやつなんですけれども、液体の量が測れれば何でも大丈夫です。これ全部オンス表記ですね。だいたいバーテンダーはミリリットルでね、測っていくんですけれども、フレアバーテンダーはね、オンスで換算して、4カウントで1オンス、ここでちょうど 30ml ですね。4カウントで 30ml、1オンスなので、1カウントで 7.5ml、4分の1オンス。そして2カウントで 15ml、2分の1オンス。3カウントで 22.5ml、4分の3オンス。そして4カウントで 30ml、1オンスとなります。だいたい 1.7 秒から 1.8 秒ぐらいでちょうど 30ml 取ることができます。ただ糖度の高いシロップなんかは8カウントを取らないと1オンス取れないことがあります。あとは 45ml 取ろうと思うと、このメモリ1と2分の1オンスですね。6カウントです。そして 60ml 取ろうと思うと、この2オンスのメモリですね。8カウントになります。1、2、3、4。ビタで、お酒の数え方もいっぱいあって、フレアバーテンダーは結構バボ2、3、4って数える人が多いです。で、僕もそうです。で、このバボっていうのはバブルなんですね。このバブルの由来はですね、パッて注いだ時によく見ると、逆さにしたと同時に綺麗に水が出てくるわけではなくて、一回この空気が逆さにした時にこのポアラを伝って入るんですね、空気が。で、そこで水とぶつかって、でこの出てくるところでごちゃごちゃって空気と一緒に、リカーが出てくるからっていう意味合いもあってバブル。説明下手だな俺。でも何でもいいです。1234でも1234でも。まず今日は基礎ということでね、触りだけちょっとやっていきたいなと思うんですけど、よく飲食店とかね、クラブとか何でもこれがついてるお店でね、注いでる人たちをね、こう見ると、大体なんかこういう感じで注いでるんですよね。たとえそのカウントが測れて正確にお酒を注いでたとしても、なんかちょっとかっこ悪いですよね、こうやって。で、これ原因はすごく簡単で、深く持っちゃってるんですよね。深く持って注ごうとすると、肘が上がっちゃうんですよ、こうやって。で、これも理由があって、手首って深く握ってるとここまでしかいかないんですよね。だからボトルをまっすぐ立てようと思うと肘を上げるしかないんですよ。そうじゃなくて、これをちょっと浅く握るんですね。だから親指離しても大丈夫なぐらい、この4本で握って親指は添えるぐらいで、これをやるとこのまま倒れるんですね。そうだ、これ外す時に結構ねパワープレイでこうやって引っこ抜こうとする人がいるんですけど、これめちゃめちゃ辛いんですよ。なのでこれ簡単に女の子でも取れるような取り方があって、これをポアラーとボトルを一緒に持ってぐるぐる回すと勝手に抜けてきます。で取れると。
でこのポアラを刺す向きというのも今、僕はボトルの、ラベルが正面に向いた状態で僕から見ると左側、ポアラがねこう曲がってるんですよね。これ別にルールとかはないんですけど、じゃあなんで僕はこっちに向けてるかというと、僕右利きなんですね。で、ポアラがこっちに曲がってるから注ぎやすいんですよね。これが逆にこっち側に向いてる場合、注げなくないんですけどちょっと違和感あるんですね。なので右手で注いだ時に、注ぎやすくてなおかつラベルが正面お客さんの方に見えるのは、ポアラが左を向いてる時、皆さんからすると右っていうのが一番こう合理的なんじゃないかなと思って僕は左向きにしています。でこうやって持ってる時にですね、お酒を注ぐ、ここまではいいんですけど、この後お酒をどうやってボトルをどうやってこう切るかっていうのもすごく大事で、簡単なやり方で言うと今日はじゃあ2つご紹介したいと思うんですけれども、まず1つ目は、ボトルを切るときですね。これを、このまんま、ねじ切る感じですね。この注いでるシェーカーよりも手前にねこうやって、注いでて、ここからこうねじ切る感じですね。ねじ切りながら液体を切るやり方。これが例えばこう注いでいてこのまんま横に倒しちゃうと当たりますよね。なので必ず、注いで、カウントが取れたらそのまんま手首をねじります。こう注いだらこうやってねじります。でもう一つの液体の切り方がバウンスカットというのがありまして、それは、カウントを数え終わったら1回下にバウンスするんですね。バウンス。お分かりいただけただろうか。ボトルをバウンスすると液体が一瞬止まること。なので、液体をバウンスしてカットする。だからバウンスカットなんですね。なので数え方としてはバボ2、3、4、6カウントだったらバボ2、3、4、5、6ですね。でもう一つはこういった注ぎ方をするときですね。これも切るときは、このまんま、下にボトルをねじって切るかバウンスカットですね。でこのメタルポアラーの、お手入れの方法なんですけど、これもめちゃくちゃ簡単で、沸騰した熱いお湯に水を足して、熱いなぐらいのお湯、それを、何かトレーにね入れてジャブジャブしていくと、このポアラの中にある、リキュールとかシロップの糖分ですね、それがこうお湯によってね溶かされてジュワーっとこう出てくるんで、出てきたら、それをジャブジャブして、あとは油水でまた、つけるという感じですね。